でもだからこそ、これを正しく選んで使ってたら、かっこいいっす。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとチャバリーラです。お願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、超安定した卓球を目指したい。おお、超安定。そしたらどんな用具がいいのかなるほどっていうことですね。なるほど基本的にシェイク裏もしくはなんかいろいろあったら石質でももちろんいいんですけど、超安定。はい、なるほど。普通に安定した卓球ですよね。はい一番結構目指したいところではある。やっぱ試合安定しない、ミス多い、負ける。これはでもね、僕は伝えたいですね。ぜひぜひ伝えたい。どんな用具でやれば安定するんですかって。じゃあ聞いていいですか。どんな用具がいいと思います？いや悩みますよね、結構。いや悩むんですよ。いろんな要素があるから。そうなんですよね。いろんな安定があるから。はい、そう確かに。いろんな安定が。ぶっちゃけラリーを安定させたいなら、はい、なんか薄めの柔らかいテンションラバーとかがいいのか、GTT みたいなとかプラクソンみたいなのが安定しそうですね。で、でも回転系はそれだとちょっと飛んできそうなんで、つっつきをなんか入れたいとかで、シュー入れたいときはなんかちょっと粘着系のラバーの方が入れやすいのかなと、弾みを抑えた浮きづらいの方がいいのかなとも思いますし、難しいです。5枚5番の方、ラケットも5枚の方が安定しそうな気もするんだけど、でもなんだろう、相手からの強打を食らいそうですね。でラリー自体は板が厚い方がなんかなんだろう、相手の球食らわないから安定しそう。板厚とかの方が、板厚ラケットだけど、板厚だと単純にカットびそう。そういやありがとうございます。どうしようみたいなどれ選べばいいんだ。結局どれも安定するって言えば安定するんですよ。そうなんですよ。全部どれ反対があるんでまさにその通り。いろいろ安定って言ってもいろいろな安定があり、それに付随してくる不安定があるんですよ。じゃあどれが一番安定するのかっていうのを、正しく見極めて選ぶっていうことになってきます。そうですね。どうしたらいいんだそれ。じゃあまず、ラケット。ラケットお願いします。ラケットです。ラケット。飛ぶラケットがいいです。飛ぶラケットの例えば板厚は厚めとか6.5 前後6.5 前後がいいですね。なるほど。やや板厚。素材は問いません。5枚とか特殊素材内側インナーとかそういうのはよりも飛べばいいです。結構飛べばいいだけだったら結構ジャンルありますね。それで素材も気にしないで結構いっぱいいろんなメーカーが。じゃあそれでやっぱ飛んだ方がいいんですか。飛んだ方がいいです。理由は、まず回転を食らいすぎないってことですね。いや確かにそこが一番難しいところなんですよね。これが一番大事だと思います。自分は回転、そもそも、じゃあドライブって何のためにある技術かなんですよ。あれって安定させるための技術なんですね。そうなんですよね。大元は。そうなんです。結局は攻撃技に見えるけど、入れるためにドライブしてる。そうなんですよ。実はプラス攻撃してるがドライブだけどそれ打つ側の理論。ただ受ける側になると回転って不安定になる、もう一番先に出てくる要素なんですね。いやわかるな。回転さえなければ一定なんですよ、常に。確かにってなった時に一番選んじゃダメなもの、薄ラケですね。私やでも、これ一般的に初心者用ラケットで選ばれるラケット大体薄いんですよ。いやそうですね。確かに薄くて軽くて弾まない。あれは個人的な NG ですね。安定しない。回転がかかるんで、逆かかってしまうんで、本当の一の初心者だったらいいっすよね。でも今いいラケットあるんですよ。どういうのですか。ティンバー5オフ。
これ素晴らしい、うんまあ、5枚5番なんですけど、うん板発が 6.3 っていうそうそうそう絶妙な厚さ。そう最初やや板厚じゃんと思ったんですけど、いやよく考えられてますよねこれ。そうなんですよ。これが薄いと、うん不用意に回転がかかったり不用意に食らったりするんですね、うんで回転が、食らってしまうと遠くに飛んだりするんですよ、飛距離が出てしまって。そうですねすると飛びも一定じゃなくなるんですね、ただ板が厚いことで弾いてくれるんで回転で影響がなく、一定の飛びなんですよ、厚いラケットって。そうですね、わかります。いスポット広いですよね。あ、そうなんですよ。どこ当たっても結構同じような飛び方してくれるから、板が厚いと水道スポットが広くなります、じゃあ逆によくありがちなのはなんか安定しないはい、からどんどん弾まなく薄くってしていくのはある意味ちょっと逆効果。それは逆効果ですね。だから私みたいにちょっと回転の方に卓球を特化させてるような感じだったら、はい、薄く飛ばないっていうのが逆にいいメリットがいっぱい、そうですね、かけやすいのプラスが結構いっぱいあるんで、はい、それかけることでの安定度っていう感じになってますね、私は。ただでもそれはかけられる人の中での話なんで、はい、やっぱそうなってくると大体の人はやっぱりじゃあそこまで回転重視じゃない人のが結構多いんで、はい、両方バランス型が結構多いから、それ素晴らしいです。なるほどな。多くの人、やっぱある程度やっぱ板厚あった方がいいんですよね、やっぱ安定するには。で僕は絶対的にそう思ってるんですけど、今世の中に厚いラケットが少ない、あ、そうですね、みんな 5ミリ台の後半と前半ですよね、まあ私もそれ使ってますけど、上級者の人ってはいだいたい6ミリあるないぐらいのラケットじゃないですか、そうなんですよね、ってことはですよ、真似しちゃいますよね。はい、真似しちゃうけど、でも上級者の人たちが使ってる用具なんですよ、それって。そうなんですよ、わかります。しなる、弾む割に弾む素材入れて 5ミリ台に収めたら弾むしかかるし、まあ両方備わってるから、球の質的にめっちゃ高くなるんですよね。質が高くなるし、何でもできるんですよ。いや、そうですね、確かに何でもできてしまうと、これが良くない。でもそれでも、あれですよね、もうトップ選手の感覚っていうか上級者の感覚、ボールが入ることが大前提で、そうですね、技術がある中でさらに求めた結果がさらに板薄でみたいな感じになってる。そうなんですよね、名人。だからそこはそぎ落とすべきなんです。なるほど。だから厚いラケットです。ラケットは厚い。じゃあ次、ラバー。まあ今回はじゃあ裏ソフト限定で。そうですね、そっちの方がちょっとメインチャンネルなんで裏ソフトにやってもらえると嬉しいです。まあラケットは飛ぶラケットでしたね。じゃあラバーはどういうラケット？ラバーがそこそこの回転量で飛ぶラバーがいいですね。ああ、なるほどなるほど。まあじゃあラバー、そうですね。まずめっちゃ飛ぶはなし、やっぱなしですか？めっちゃ飛ぶ。めっちゃ飛ぶはなしですね。台に収まるっていうのが重要になってくると、めっちゃ飛ぶだとさすがにきついなっていう。突撃した時ポワーンって飛んでいくと、そうなんですよ。回転がない方が安定するっていう話をラケットでしました。そうですね。じゃあラバーもそうかって言われると、回転全部なくすと、いろんなプレーにおいての安定性っていうのが出せなくなってきます。そうですね。どっちも回転なくなったらそれは球が直線に飛んじゃいそうです。そうなんですよ。だから最低限やっぱその回転の要素も必要っていうことで、強すぎない回転かつ飛ぶ、飛んだ方が回転域を食らわず返球が一定になるので、飛び方がそういう意味で、ラバーはそこそこの回転量と結構飛ぶやつ、これはまあそうですね、プラクソンとかですね。そこそこ飛んで、そこそこ回転、なるほど。だからそこで回転だけピカイチに求めるのはちょっと難しいってことですね。引っかか今やっぱ主流がやっぱ回転のラバーとか回転の卓球が結構今主流になっている。で私も回転がやっぱ主流になってるんですけど、ただでもやっぱそれはやっぱ安定した状態の卓球からじゃないと難しいってことです。そうですね。まずは入れることから。でも例えばぶっ飛びのラケットを選んでおけば
超回転のテンション張っても緩和はされます。なるほどなだるほど。からそういうことかイメージとして、はいラケットこんなに分厚いのに、こんなにかかるラバーを貼ったら、とてもじゃないけど難しいんじゃないかと、多分そう思う人は多いと思うんですよ、でも薄いラケットに回転のかかるラバーの方が圧倒的に難しいです、いや確かにそうですね。ラケットが厚い方が簡単です、うわなんか簡単。大事だな。とてもなんかやっぱやっぱ攻撃する方ばっかりちょっと注目されがちですけど、やっぱ実際やっぱね卓球ってやっぱいやもう入れたもん勝ち。そうですね、入れたもん勝ちだし、攻撃と守備が両方はい半分ずつぐらいあるじゃないですか実際の。そうですね。一人打ってたら一人必然的に止めてるっていうか、そうですよね、そうなってくる。なんかやっぱドライブとかは凄技にやっぱ目がいっちゃいますけど、はい、やっぱそのどれだけこう返せるかって考えるとやっぱそういう用具がやっぱいいんですよね。やっぱいいですね、はい、今ちょっと気づいたんですけど、はい、そのスポンジの厚みはいもやっぱりその安定する卓球を選ぶためにはどの厚みがいいんですか？そうですね、これも結局そのラバーの話で、飛びすぎるのは難しいっていうのもあったと思うんですけど、一番厚いのと一番薄いのっていうのはちょっと難しい気がします、間取った方がいいと思いますね。といってもテンションに関しては薄はないんですけど1.7 とか 1.8 でもいいと思うんですけど、一番厚くなくていいですよね。中か厚かみたいなぐらいで、中もしくはちょっとレベル中級者ぐらいだったら厚ぐらいそうですねにとどめておくみたいな。初級者の方は中ぐらいがやっぱめちゃめちゃ薄くしちゃうと、結構落ちちゃうこともあるんで、そうですよね、それは避けたいですよね。難しいですよね。難しいです。そのラリーの安定度に関しては、そうなんですよ。でも食らわなくはなりますけどね。そうなんです。さらにその難しいですよね、バランスがバランスは難しいけど、総括すると、優先すべきは食らわなさです。いやそれみんな分かる、絶対結構やっぱかかる方に今シフトしすぎちゃってるんで。そうなんですよ。もう市場が引っかかりに依存してるんで、かかれば大丈夫っていうそれはでもやっぱ安定する卓球を覚えてからそうですかける方に行ってもらうとか、基本的に飛ぶのを選びましょうってことですね。なるほど。それのが安定しやすい。安定しやすいです。相手との影響も少ないってことですよね。そういうことですね。相手がいつもの選手、ちょっと強めの選手でも比較的同じようにできる可能性があるってことですよね。だから来るボールのその見極めがあんまり必要ないってことですね。影響もないっていう。やっぱ安定しない人ってやっぱ見極めが結構やっぱできない人がやっぱそうですよね。全体的に多いんで、やっぱサーブの見極めだったり、いろんな見極めが遅れてるとかミスってることが結構多いんで、それで用具引っかかる用具だと、よりどっか行くみたいなそこである適度な引っかかりだと弾みだったら収まりやすいっていうことですよね。いやなんか分かった気がした。なんかすごいなんかヒントをそうですね、いただけたような気がします。何か掴んでもらえたらなるほど。じゃあ今現代の流行してる用具は、そのやっぱ安定した卓球が覚えたなとの土台がちゃんとこれで作れるってことなんですよね。それでも大事だ。せめてどっちかは選んでほしいです。ラケットかラバーどっちかはさっき言ったものを選んでほしいです。なるほど。どっちかでも結構効果はあるよってこと。両方からやっぱ金銭的に一気にやっぱガッとお金かかっちゃったりとかするから。じゃあまずあとね、やっぱ全部が全部自分のことをやっぱ信じれないでしょ。そうです。どっちかね、どっちかでもそうですよね。最初はいきなりみたいなそうですよね。トップ選手がみんなやっぱこういう用具使ってるけどに、茶葉さんの言ってることちょっと違うなってなっちゃいますから。いやでもトップ選手の使ってる用具ほど参考にならないものはないよ。そうでしょ。でも超上級者の感覚。冷静に考えてよみんな。そうですよね。やっぱ超上級者の用具ですからね。だってもう F1 カーみたいなの乗ってるわけだから。そういうことですね。免許取り立てなんでしょっていう。そうですね。自分たちはっていうことですよね。K に乗った方がいい。軽自動車。そういうことですよね。いや分かりやすい例えだと思う。茶葉さんね、
まあ、もう初級者の代表として初級者の初級者代表の世界でやってるんで、もう長年初級者代表でやらせてもらってるんでなんとか上がりたいですね上がったらね上がりたいけどなかなか上級者は上級者の意見を聞いてもらうのいいですか、まあそうなんですよ、上級者は多分上級者の意見が上級者にしかない感覚があるんで、でもやっぱこうやって動画を多分結構見てもらってる方がやっぱなんだろう、やっぱ初級者の方がやっぱ一番多いと思うんで。いや当たり前です。だってピラミッドのうちのもう9割は絶対的にそうなわけですから、これは別にバカにしてるとかじゃなくて、そういうものなんで。それはでもスポーツ界全体として全部その状況ですからね、卓球以外も同じだと思うんで、だからそういった思うと今の話はとてもなんか大事だなと思いました。すみません、ちょっともう一つだけいいですか。その今のちょっと安定した卓球を、例えば今ラケットはちょっと買えるお金がなくて、ラバーだけ少しちょっと安定する卓球にしたいって言ったら、どうしたらいいですか。今のそのアドバイスから、その引っかかり系のラバーからちょっとこう鈍感なやつに変えたらいいとですか。なるほど。そラケットもラバーも変えるとちょっとやっぱ金額がやっぱするんで、おすすめは、ラバーだけ変えたい。今流行りの、初級者用スピン系テンション、ライトテンションって言われてるやつとかですか。これいいですね。あれやっぱいいですか。あんま注目されてない感あるんですよね、世間的には。GT、例えばうちでは WM では GTT とかネオフレックスとか、このラバーすごくないですか。いやそれいいですね。ザ安定。確かに。でスポンジも薄い、これ薄しかない。いいですよねこれ。これ決して薄くないですから、いわゆる中ですから。そうなんですよ。中っていう大体の表記ですもんね。中ぐらいでテンションが半分かかったぐらいのテンションラバーが最近確かにね、いろんなメーカーから出て、それがすぐ、今そのよくみんなが知名度のある超有名ラバーよりかは安定させるのはこっちの方が変えてもらった方が安定はするってことです。だからそういうふうにこうやってシフトチェンジしてもらえば実現できるってことですよね。でも気分的にね、やっぱりいい用具使っててこっちに落とすのは勇気いりますよね。そう、勇気がいるんですよ。でもだからこそこれを正しく選んで使ってたらかっこいいっす。いや確かにそうです。例えばじゃあちょっとごめんなさい、また動画長くなっちゃってるんですけど、例えば私ねフォアが得意で、フォアは自信あるから有名どこ使ってますの、そのハイテクな引っかかって飛ぶとか使ってます。でバック苦手です。バック安定しません。バックに触れません。で有名どこ使ってます、特圧の。だったらこっちバック面だけこっちにとかしても試合中使えますか。それでいけば全然使えますよ。でもむしろそっちの方がぶっちゃけ勝ちやすいっすよね。そうですね、ミスないと思います。こっちは得意、でこっちはそんな触れないからだったらこういうなんですか安定系、ライトテンションみたいな安定系で確実に入れるつっつきとかいいですね。レシーブとかも入れる。もう用具の組み合わせがちゃんとしてますね。意外と見ないですよね、そういう組み合わせ。そうなんです。もうこっちスーパーラバー使ったらこっちもスーパーラバーっていうかそうなっちゃいますよね。いうのになっちゃうね。そこを勇気を持って自分の例えば得意不得意に合わせてもやってもらえて十分があると。金額も安くなりますしね、大体は半額です。大体半額です。大体このスーパーラバー、みんなが使うスーパーラバーよりはライトテンション系はだいぶ安くなってる。だいぶ安いですね。ので、いいですよね。なるほど。じゃあそういうお財布にも優しいってことですね。そうです。シフトチェンジするときは安定するし、お金もかからない。で安定したらまたねスーパーラバーそうですよ。貼ってもらえばいいってことですからね。そういうことです。うわなんかめっちゃためになる話のような気がしますが安定させたいっていう目標が一番の人はそうするべきです。いやそうですね。ただスーパーラバー使いたいっていう目的の方が高ければ別にそれでいいです。いや実際ぶっちゃけそっちの方が多いです。勝ちたいよりも安定が勝ちたいなんですけどそれは否定しないですよ。かっこいいラバー使いたいっていうのは全然いいことなんで、まあそうですね。ただ目的が安定させたいであってそれを使ってるのは間違いです。なるほどなるほど。そういう目的が安定る人はこっちを使いましょうということですね。ということでですね、もう茶畑さんからですね、非常に価値のある話いただきました。ぜひですね皆さんも安定した卓球を目指したい方とかですね、あとは苦手な技術、試合の時ちょっとやっぱ苦手な入らない方が多分あったりとか
すると思うんで、例えばバッグがあんま入らないそういった方はぜひこういう用具の選び方をすると、安定はしやすくなるということですね。はい。ぜひ用具選びの一つとして、考えてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。